理解が追いつかん。マホプリ2の6話が怒涛の展開でしたね。未来が見た自分たちの敗北という未来がいつ来るんだとやきもきさせられていたんだけど、その瞬間が本当に面白くて話が動いたって実感が湧いたよ。戦場は魔法学校だと思っていたら、実はアイルが生み出した魔法学校型のモンスターの見間違いで、なし崩しに戦闘に突入し、サファイアスタイルへと変身。ひーちゃんも家を飛び出して状況が整い、アイルがいくつかの謎の答えを明かす情報量の多い回だった。まずアイル自身が言っていたように、彼は魔法使いではなく、生まれも育ちもなし魔法界。だが、創生した母親が魔法界の出身だったらしく、幼少期のアイルが魔法に興味を抱いていたことを、回想でには押せていたし、外見が魔法学校なモンスターを生み出したのも、自分の思い出が由来だと語っていた。時間を自在に行き来したい理由は、おそらく母親に関連してるんだろうけど、闇の魔法を習得した事情については、今後掘り下げられることが期待されるね。魔法学校にいたバッティも興味深くしていた描写があるし、魔法学校に思い入れがあるようですか。母親の口ぶりからすると、アイルが入学するにはハードルが高いように思わますしね。そしてアイルの家族だと思われていた子犬こそが時の魔獣クロノーストというモンスターだった。目覚めたクロノーストのビームに自ら撃たれたアイルはそのまま石化。また戦いの最中、翡翠はコトワが倒れる直前に分離させた存在であることが判明し、アイルは翡翠の体を使ってコトワを復活させる。目的通りワーちゃんを取り戻せましたが、今度はひーちゃんを失ってしまう散々な結果となりましたね。個人的に状況を整理して今後の展開を予想してみたよ。1、アイルの生い立ちと闇の魔法との関係を解き明かすラインが描かれるだろう。2、未来たちは消えた翡翠を取り戻せるのか。3、老いて朽ちていくだけの残酷な時間の歩みか、好きな時間に移動できる理想の世界か、未来たちに突きつけられる選択。この辺りが焦点になっていくと思われる。特に3番のポイントは、これまで身近な人たちの加齢、老化を悲しむ場面で強調されていたけど、最新話ではミラリコワーが並んだ謎の卒業写真が登場した。3人が別れたのは中学2年生の時点なので、こんな写真は存在しないはずなんですとね。合理的な理由を考えると、マホプリの一期と世界線が違うぐらいしかないんだけど、やはり違和感を生じさせるためにぶっ込んだシーンだと考えるべきだろうね。アイルたちの暗躍により、すでに時間が改変され始め、個々人の記憶が侵食され始めている。そういう伏線の可能性が高い。一部ではあまりにも過去を懐かしみすぎた未来の原始という説も出ていますが、本当だったらそれが一番怖いルートだと思うけど、伏線である方に期待しましょう。ひーちゃんが戻ってこれるかも気になります。これが日朝のプリキュアだったら確信を持って戻ってくると言えるんだけどね。いわばひーちゃんはワーちゃんの子供みたいなものだから。だから最初はひーちゃんの存在と引き換えにワーちゃんが戻ってこないかもと思ったし、それには少し説得力があるなと思ったんだよね。だってそれは代替わりこうなして代々継承させていくのが時間に抗えない人間の生き方の本質の一つだと思うから、ワーちゃんが帰ってこない現実とひーちゃんの存在を受け入れることがアイルたちの思想に対するカウンターとして機能すると思ってたんだよね。でも実際には新たに生み出されたひーちゃんが持ち泉とばかりに消されてしまったので、よくわからなくなってきたね。ワーちゃんも首を横に振って諦めていたし、深夜プリキュアとして救いようのない展開を本当にやってしまう可能性はある。個人的にはかなりシリアスなムードになってきて面白くなってきたなと思うんだけどね。今回は以上です。皆さんの感想とご意見をコメント欄に投稿してくださるととても嬉しいです。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではまた次回のマホプリ2感想でお会いしましょう。チャンネル登録もお願いします。